はキーマカレーを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、薄いキーマカレーを作っていきたいと思います。水分系は全く使わずにとても濃厚で美味しいキーマカレーに仕上げていきます。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。合いびき肉、玉ねぎ、トマトの缶詰、プレーンヨーグルト、カレー粉、ケチャップ、ウスターソース、お味噌、お砂糖、顆粒のコンソメ、ニンニク、オリーブオイル、有塩バター。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まずひき肉ですね。今回は豚と牛の合いびき肉を使います。こちらはお好みで豚ひき肉または鶏ひき肉などで代用していただいても OK です。そしてトマトの缶詰ですね。こちらはホールタイプを使っていきます。カットタイプはね、手軽でいいんですけれども、ホールタイプの方が旨味が強いのでホールタイプを使います。ホールタイプがある時はぜひこちらを使ってみてください。そして味付けなんですが、今回はカレー粉を使います。そして隠し味にヨーグルトとあとはお味噌を加えていきます。ヨーグルトを加えていただくと味わいがまろやかになって、お味噌を加えるとコクがアップして美味しく仕上がります。ちなみに今回使っているお味噌はだし入りの合わせ味噌になります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まず玉ねぎをね、みじん切りにしていきましょう。半分に切って、そして切り込みを入れます。やりやすい方法でね、みじん切りにしていただいて OK です。はい、これでみじん切りにしていきます。こちらも同じようにみじん切りにしていきます。玉ねぎはこれで OK です。それでは続いてニンニクをみじん切りにしていきます。まず半分に切って、そしてニンニクの芽を取り除いてください。こちらはえぐみの原因だったり、あとは焦げる原因になるので必ず取り除きましょう。そしたらこのニンニクもみじん切りにします。ニンニクはこれで OK です。それではフライパンを用意してください。ここにまずオリーブオイルですね。そして火にかけます。火加減は中火です。火にかけたらここにニンニクを入れてください。そしてこのまま一度香りが出てくるまで加熱してください。ニンニクはね、こんな感じでオリーブオイルに浸しましょう。このようにじわじわっとして香りが立ってきたら、ここにひき肉を入れます。よいしょ。そして一度ね、ひき肉をこのように全体に押さえつけてください。これで一度このままですね、軽く焼き色をつけていきます。そうすることでね、とても香ばしい仕上がりになります。火加減は中火のままで OK です。あとはこのようにね、塊状で焼くことでお肉がゴロゴロっとして食べ応えのある仕上がりになります。はい、これで軽く焼き色がついたら裏返します。裏返したらフライパンの半分に寄せて、空いたところに玉ねぎを入れてください。玉ねぎの他にもね、ナスとかピーマンとか人参とかね、そういったお野菜をたくさん入れて作っていただいても美味しく召し上がっていただけます。そしたら玉ねぎも一緒に炒めていきます。玉ねぎにこのお肉の旨味をまず吸わせましょう。あとはね、適当に混ぜながら炒めていきます。火加減はね、中火です。はい、これでお肉と玉ねぎにしっかり火が通れば OK です。そしたらこの中にトマトの缶詰を入れます。そしてトマトを潰してください。潰しながらね、混ぜましょう。ホールトマトはね、この潰す作業があるのでちょっと面倒くさいなと思う時は、カットタイプをね、パパッと簡単に使っていただいてもね OK です。こういったちょっとね、ヘタなどがあった時は取り除いてください。潰したらですね、このまま1分ほどですね、しっかり加熱します。そしてトマトのね、酸味を取り除いていきます。はい、で1分ほど加熱したらここに続いてお砂糖です。最初にお砂糖の甘みを入れていきます。
さっと混ぜてだいたい15秒から20秒ほど一度炒めてください。そしたら続いてここにトマトケチャップ、あとはウスターソース、そして顆粒のコンソメ、あとはカレー粉を入れます。そしてよく混ぜましょう。はい、そしたらですね、火加減弱めの中火にして、そしてこのまま3分間ですね、しっかり煮詰めていきます。そうすることでカレーの味がね、きちんと馴染んできます。焦げないようにこのように混ぜながらね、加熱してください。今3分ほど経ちました。そしたらですね、このまま火加減弱めの中火で OK です。ここにヨーグルトとあとはバターを加えます。お味噌はね、一番最後に加えていきます。これをよく混ぜましょう。そしたらこのまままた3分くらいですね、しっかり煮詰めてください。はい、3分経ちました。そしたら最後お味噌を加えます。そしてお味噌がダマにならないようにしっかり混ぜましょう。これでよく混ざれば OK です。このようにとても美味しそうに仕上がりました。それでは最後盛り付けていきます。お皿にですね、このようにご飯を盛ってください。そしてこの上にキーマカレーをたっぷりのせていきます。はい、そしたら真ん中をへこませてください。そしてここに卵黄をのせましょう。そして最後はパセリですね。周りにパセリを散らします。はい、こんな感じでね、盛り付けました。この盛り付けはお好みでやってみてください。はい、これでキーマカレーの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにキーマカレーはとても濃厚で美味しそうに仕上がってます。こちらのね、卵黄を潰して召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。もうね、最高に美味しいです。キーマカレーがね、すっごく濃厚です。そして最後にのせた卵黄と相性抜群です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のキーマカレーのポイントです。まず今回隠し味にプレーンヨーグルトとあとはお味噌を加えてます。この2つを加えていただくとまろやかさとコクがアップしてとても美味しい仕上がりになります。ぜひ入れて作ってみてください。そして炒める時なんですが、まずはじめにひき肉を炒めて軽く焼き色をつけてください。焼き色がついたら裏返して空いたスペースに玉ねぎを入れて、そして一緒に炒めてください。そしてその後ですね、トマトの缶詰を入れるんですが、こちら加えたらですね、トマトを潰しながらしっかりめに炒めてみてください。そうすることで酸味が飛んで旨味がアップしてとても美味しい仕上がりになります。そしてその後調味料を入れる時はですね、最初にお砂糖を加えて、その後他の調味料を加えてください。お砂糖は一番最初に入れていかないと味がね、浸透していかないので最初に加えるようにしてください。そしてその後ですね、しっかりめに3分ほど水分を飛ばしながら加熱してください。そしてその後ヨーグルトとバターを加えてまた3分ほどしっかりめに炒めてください。そうすることでヨーグルトの酸味がきちんと飛んでまろやかさだけを残すことができます。あとは最後ですね、お味噌なんですが、こちらは一番最後に入れるようにしてください。そうすることでしっかりね、コクと風味を残すことができます。あと盛り付けなんですが、今回ご飯を平らにしてその上に乗せて最後卵黄をトッピングしてます。こちらはお好みでやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はキーマカレーを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。